皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化についてお伝えします。今回のテーマは雪山で死ぬかと思った話です。死ぬっていうのはちょっと大げさなんですけど、本当に生まれて今までで一番怖かったことなので、その話をしたいと思います。ついでにそれより前に私にとって一番怖かった話っていうのもしようと思いますので、ぜひよかったら最後まで聞いてください。では早速、すごく怖かった話からしたいと思います。それは1月2日のことでした。今日これを撮ってるのが1月5日なので3日前ですね。うちの家族は1月1日に私の実家に行きました。で、一泊して2日の昼過ぎですね、2時20分に家を出たんですね。実家を出ました。で、そこからなんですよ。その時はまだ全然怖くなかったんですね。で、いつもだったら、2時間半ぐらいの道なんです。高速を使って。で、途中サービスエリアとか、休憩したりしながら帰って3時間かかんないぐらいかな、ぐらいが普通なんですね。なんですけど、その日、ナビを見たら、高速道路じゃない方の道を提示されたんですね。で、調べたら高速でものすごい渋滞が起きてるみたいで、高速通って帰ると何時間かかるかわからないぐらいな勢いでした。でもね、実はそこまでちゃんと分かってたわけでもなかったんですけど、とにかく地図上はもう真っ赤だったんですね。だから、もう高速はないなって確かに。じゃあ Google マップの言う通り、その山を越える道を行こうということになりました。で、その山を越える道って私好きじゃないんです。もちろん夫も好きじゃないんですね。というのも、一部すっごい細い区間があって、すれ違いができない区間があるぐらい細い道があるんです。多分、わからないですけど、2キロか3キロぐらいあるぐらいの道なんですね。だからそこですれ違うのめっちゃ怖いので、山嫌だなと思ったんですね、その時。でも高速行くと、4、5時間かかるのかなと思って、言う通り山に行こうということで山に向かいました。山に向かうっていうか山に向かったつもりもないんですよ。ナビ通りに行きました。そっちの方に向かってたら、だんだん雪が降り始めたんです。ただその日雪が降るってことは知ってました。実家があるところは、雪がちょっと3時、4時、5時ぐらいの間ちらつくような感じの天気予報でした。ちらつくっていうのはちょっと降るぐらいな感じ。積もるほどじゃないみたいなのがちらつくですね。で、自分の家の方、山梨県の方の天気予報を見たら、雪のマークもなかったんですね。で、だから大丈夫だろうぐらいなつもりだったんです。で、ましてや、最初は高速道路で帰るつもりだったんで、高速って道路状態いいじゃないですか。だから多少降っても大丈夫でしょって思ってました。あと、うちの車はスタッドレスでした。スタッドレスってスノータイヤと違うんでしたっけ？ちょっと待ってくださいね。なるほど。スノータイヤには3種類あって、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ、オールシーズンタイヤというのがあるそうです。だからそのスノータイヤ、冬用のタイヤですね、の一つがスタッドレスです。で、私が住んでいるところは、一応雪が降るんですね、冬は。多少雪が降ります。で、雪が降ったらノーマルタイヤだと怖いので、スタッドレスに12月の末に変えてました。そう、だからそれもあって、ちょっとぐらい雪降っても大丈夫だろうと思ってたんですね。で、そのまま、行ったわけです。で、そしたらその嫌な細い道の前にはもう雪は降り始めてました。で、ただその細い道はもう細さが嫌で、雪がどうこうっていう感じではまだなかったんですね。
で、その細いところの、もう、ここですれ違うのっていうところでたまたますれ違うものじゃないですか。で、そういう嫌なすれ違いが2回あって、そのうちの1回は本当にもう、私が助手席側で、その下、もう道見えないんですけど、みたいな、道路が見えないんですけどぐらいな勢いのところですれ違ったのが本当に怖かったです。今思えば、もし万が一、車が道から落ちてしまっても、木があるのでね、崖の下まで落ちていくとかはないとは思うんですけど、本当に怖かったです。そういうすれ違いを、もうありつつも、なんとかその細い道が終わって、本当に安心しました。安心したんです。その時は。で、なぜならば、その細い道はそこだけで、その先は、また山越えなんですけど、でも、道幅自体は細くないんですね。ちゃんと車線が一つずつあったんです。こっち側と反対から来る車線用が、ちゃんと一車線ずつあるから、すれ違いが怖いとかそういう場所は一切ないんです。だから、よかった。一番怖かったところは抜けたと思ってました。で、その後、トイレ休憩によった、ファミリーマートの駐車場で、息子たちがもう雪合戦とかしたんですよ。つまりそれぐらい雪はでも積もってたんですね。でも、大丈夫だろうと思ってたんです。ただね、私はね、だんだん怖くはなってきてたんですよ。怖がりなので。すぐ先のことを想像して、起きてないことを想像して不安になるタイプなので、これ大丈夫なのかな怖いな、とは思ってました。ただ、私ほら考えすぎだし、また怖がってるだけだろうっていうのも思ってたんですね。なぜなら私、そういう雪山の経験ないんです。経験ないからわかんないんですよ。本当に怖い状態なのか、怖くない状態なのか。で、そんな感じで、先に進んだわけですね。そう。で、その先とか、なんか結構、ダムとかがあってですね、すごい景色が広がってるとこがあるんです。地図を見るとね、こうやってぐるーって回っていくような地図があったり、橋の上なんですけど、よくあんなもの作ったなっていう、思わせるような建築っていうんですか、構造物すごいなっていうようなところを抜けて行ったわけですね。で、そしたらですね、道に車が止まってたんです。普通に、車道に。避けてる感じもなく。だから、というか、むしろ反対側に行ってたかな。反対側の車線側で止まってたかな。で、なんでここにいるのかなってちょっと思いました。でも関係なく私たちはその車を抜いていきました。そしたらもう一台また車道に車が止まってたんですね。で、あれなんで止まってるんだろうってやっぱちょっとおかしいなとは思ったんですよ。通り過ぎるときに見たら運転席で運転手の人がなんかこんな感じで、なんかある意味伸びをしてるみたいな感じだったんですね。だから何してんのかなと思って、夫が休憩してるのかなって言ったんですけど、でもこんなとこで休憩しないよね、というような会話はしたんです。そしたらさらにその先にさらにもう一台車が止まってました。で、そこでは反対側から来る車が何台もあったんで、私たちはその止まってる車の後ろに止まって、対向車をやり過ごしたんですね。で、それからその前の車を抜こうとして、反対側の車線に入ろうとした時に夫が、あれやばい。アクセル踏んでるのに動かないって言ったんです。ここでやっと、その目の前で止まっている車も、今まで止まってた車も、動けなくなって止まってたんだってことがやっと分かったんですね。それぐらい私何も分かってなかったんですよ。私っていうかみんな。で、やばい、動かないとか言いながらも、なんとか、夫は、その、前の車を抜いて、で、左車線に戻ってきました。日本の車はね、左側通行なので、左車線に戻りました。で、その時点でもう本当にその先に進めなくなったんです。で、どうやっても進まない。
っていうんで、じゃあちょっと後ろから押そうかなんて言って、今思うとそれも危ないですよね。でもちょっと一応みんなでね、乗ってるから私たちが重いのかなって思って降りて、押してみたんですけど、やっぱ全然動かないんです。で、前のタイヤがこう空回りしてる感じだったんですよ。うちの車は、その前のタイヤが動くタイプの2駆ってやつです。4駆っていうのが全部の4つのタイヤ全部が動くやつ。あれは強いですよね。でもうちの車は前2つしか動かないタイプだったんですね。で、本当に全然なんでしょうね。回ってるようで回ってないみたいな感じ？回ってたのかな？で、そういう雪道で動かなくなった時にどうすればいいかっていうサイトとかもその場で検索して見たんですけど、タイヤの前の雪をどかすって書いてあるんですね。だけど、タイヤの前を見ても、どかす雪なんてほとんどないんですよ。別に積もってるわけでもないんですよね。ただ、もちろん、雪はほんの、これぐらいはあるんですけど、で、それはこう手でね、どかしたんですけど、なんで動かないのみたいな感じですごく怖かったです。で、実は、この辺のシーンすべて、本ちゃんのメインチャンネルの方で、4日の日曜日にアップしてます。で、その動画を編集してる時に気づいたんですけど、それ3日にね、1月3日に編集してた時に、ちょうど夫が前の車を抜いて左車線に入った先に看板が立ってました。で、その看板に、降雪時、立ち往生、多発、注意って書いてあったんですね。降雪時っていうのは、雪が降る時って書きます。で、立ち往生っていうのは、前にも後ろにも進めなくなることです。どうにもならない。その場から動けないのが立ち往生です。で、多発っていうのは、多く発生するってことです。だからまさに私たちが動けなくなったポイントっていうのは、雪が降った時に、立ち往生してしまうポイントだったわけなんですね。で、本当に、もう、どうしていいかね、わからなかったです。で、いろいろ想像しました、その時に。もしここで夜を過ごすことになったら、雪がどんどん降ってきて、一酸化炭素中毒で死ぬかもしれないとか思いました。一酸化炭素って CO ですね。二酸化炭素が CO2。一酸化炭素はO2 の部分が O1 個のやつですね。よく雪で車に閉じ込められた時に、車の排気ガスが車の中に入っちゃって、一酸化炭素中毒で亡くなるっていう事故をよく聞きます。だから、それになっちゃうとか、寒いだろうなとか、なんかちょっといろいろ考えたんですね。で、しかも、一夜過ごしたからって帰れる保証はないじゃないですか。一夜過ごしたら今度は雪が凍って、アイスバーンになって、運転が余計危なくなりますよね。もう多分動けなくなっちゃうと思う。そういうこととかいろいろ考えて、やばい、どうしよう、みたいな感じでした。で、ただすごいやばい、どうしようってのをすごい思ってたんですけど、それを出しちゃいけないとも思ってたんですね。なんだろう、パニックって伝染するから、やっぱり、怖がってはいけない。みたいなのをすごい自分に言い聞かせてたんです。でも心の中はもうめっちゃ怖かったです。で、そうこうしてるうちに、私たちの車を今度は抜かそうとした車が、反対車線側で止まっちゃったんですよね。その車も。で、動けなくなってたために、上からこう降りてきて、そこ坂だったんです。で、上から降りてきた車が4台ぐらい止まって待ってたんですね。その車が動けるようになるのを。で、その中の運転手が一人降りてきて、なんか後ろの人に言ってたんですよね。だからその車をどかす手伝いをしてたんだと思うんですけど、なんかその先の道がダメだみたいなことを言ってるように聞こえたんです。で、聞いてみたら、その先どうなってるんですかって聞いてみたら、もう車がぶつかってて、何台もぶつかってるっていうようなことを言ったんですよ。だからもう行っても無理だから、
戻った方がいいっていう話だったんですね。で、私たちの後ろにいた車が、そっちの反対車線からこっちの車線にちょっと移動して、上から降りてきた車が全部いなくなった後で、うちもその車の向きを変えようとしました。で、それがまた難しかったんですよ。後ろで車が、うちの車以外に3台ぐらい立ち往生してたんですね。1台が多分私たちが抜いた車で、もう1台はトラックでした。で、さらにその後ろにもう1台、後から気づいたんですけど、いました。だから、変な曲がり方すると、後ろの車にぶつかりそうだったんですよ。でも、夫が結構後ろまで下がったのかな。で、あと一つラッキーだったのが、その場所結構広かったんです。広かったんです。一番広いところで多分車4台ぐらい通れそうなぐらいの広さがあったんですね。そう、だから私たちが立ち往生している間、崖側から私たちを抜いていく人がいたぐらい、その反対車線側じゃなくて、私たちの車線1個しかないはずだけど、そこの崖側から抜いていく人がいたぐらい、幅はあったんですよ。本当によかった。本当によかった。幅があったんです。で、夫はそこでなんとか向きを変えて、また来た道を戻る方向に車の向きを変えることができました。本当によかったです。そこからまた下ってったんですけどね。ふと見たらですね、そのトラック、大きいトラック、どうするんだろうって思ってたトラックは、トラックが進めなくなってるのもちょっと見えたりしてたんです。でもそのトラック、チェーンを出してました。で、チェーンをね、巻いてたのかな。だから、チェーンは絶対買わなきゃダメだって思いました。こんなことがあるかもしれないから、また。で、もう私たちそれで下り始めたんですけど、やっぱり夫はすごく運転が大変だったみたいです。で、車の通った後、タイヤの跡がこう2本できるじゃないですか。あれを輪立ちって言うんですけど、その輪立ちから外れたらハンドルを取られちゃうから、輪立ち通りに行かなくちゃって言ってました。ハンドルを取られるっていうのは、ハンドル持ってるのに、勝手に向きが変わっちゃうこと。ありますよね。急に風に吹かれたりすると、こう持ってるのがってなっちゃう。ああいうのがハンドルを取られるです。だから、多分すごいギュッて持っててくれたんだと思うんです。でも一番怖かったのが、下にまた止まってる車があったんですよね。多分私たちが追い越してきた車。その車があるなって思ってたところで、夫が、やばいブレーキが効かないって言ったんですよ。そういうことってありますよね。雪道ってブレーキ効かなくなったりしますよね。で、やっばーと思って。で、それで夫は自分に言い聞かせてたのが、ブレーキが効かないから、道なりに行くみたいなことを言ってたんです。で、私はついでに、落ちるぐらいなら、こっちの山側、崖じゃない方。私たちが走ってる方が山側だったんですよ。だから、落ちるぐらいだったら山の方にぶつかるとか言いながら降りました。もう本当に怖かったです。本当に怖かった。で、そういう怖い場所をなんとか越えてトンネルに入った時はほっとしました。だけどまたトンネル越えればまた雪なんですよ。で、そういうのを何回か越えて、でね、そうこうするうちに、除雪車とすれ違ったんですよ。だから多分除雪車は、もちろん雪をね、山のもっと上の雪をどかしに来たんだと思います。あと、その除雪車は除雪しながら通ってたので。で、さらにその除雪車のしばらく後に、警察とすれ違ったんですね、パトカーと。だから、そのパトカーはもしかして、その上で車が何台もぶつかってるっていうところに行ったのかなと思いました。で、
ただ後からニュース見たら、特にね、わかんなかったです。そういう事故があったっていうニュースがなかったです。で、ただ、私たちがいた周辺の神社があったんですね。その神社に来た、人たちが、その後道が通行止めになって、ただ私たちが通ってた道なのか、その一本手前にもう一個似たような山の道があるんです。そっちの道かもしれないんですけど、どこかが通行止めになったって言ってました。それで神社にいた人たち130人が、神社で一夜を過ごして、神社の人がカレーを振る舞った。振る舞うというのは、食べてくださいって出すことですね。カレーを振る舞ったっていうニュースになってました。そう。で、一旦でまた、最初、息子たちが雪で遊んだファミリーマートに戻ったんです。で、そこで、どうやって帰るか決めようということで、ルートを探したんですね。で、その時私トイレに行ったんですけど、そしたらトイレで、別の親子みたいな二人が、いや、パパにお風呂沸かしといてもらおうってさっき、沸かしといてって連絡したとか言ってて、そういう会話をしてたんですね。だから私、なんか一瞬びっくりして、私、その死ぬような思いをしてそこまで戻ってきたつもりだったんです。でも、この人たちは全然平気なんだってことでちょっとびっくりしたんですね。世界が違って。で、その後、私がトイレから出てきた時にカップルが来たんですね。二人の若い男女が。で、二人が笑いながら、男性トイレと女性トイレに入ってった時に、いやー、まあ、寒いねとか言いながら入ってて、この人たちも全然、怖い思いをしてないんだということで、ちょっとびっくりしました。だから、その人たちがどこに行くつもりだったのかわからないけれども、あとタイヤのね、装備次第もあったと思うけど、なんかやっぱり世界が違う、あの、その先に行こうとしてた人間と、まあそうじゃない人たちで、全然違う世界を生きているんだなっていうのが、なんかその時実感として分かりました。それでですね、その後、夫が道を探して、次に私たちが取った手段は、私たちっていうか夫ですね。夫がこうしようって決めたのは、混んでない高速の入り口を探すっていうことでした。その時点でもまだ最初に私たちが乗ろうとしてた高速のあたりは真っ赤だったんですよ。で、多分高速に乗ろうとしたら、その道を表示されちゃうぐらいな位置にいたんですね。なので、その赤いのが終わった先の高速に行こうということになりました。で、ただ Google マップにお任せすると、また変な山道を言ってくる可能性がすごく高かったんですよね。でも山道は危険すぎて行きたくないので、地図を見て、その町があると、町っぽいところ、緑じゃないところを通ってる道を行くっていうことで、夫がルートを決めてくれました。で、私が本当に役立たなくて、その時、地図がね、もともと苦手なんですけど、ますますその時、もう、どう探していいかわからないみたいな状況で、娘に、ちょっと、何々ちゃん、どこどこ行くんだけど、ちょっと、山じゃないルート探して、とか言って、娘にお願いしました。そう、昔、話を聞かない男、地図が読めない女っていう本があったんですよ。で、それは、男性脳と女性脳が違うっていう話だったんですね。で、その本も、でも結構、そんなことないっていう批判もね、受けてた本なんですけど、私本当にまさにもう地図が読めない女で、ちょっとね、自分がね、ダメな人間だなって思いました。でも今年の目標は自分に優しい言葉がけをするだったので、そう、あの時はね、でも、優しい言葉がけっていうより、とにかく、パニックにならないようにしよう。ということだけでしたね。はい。で、無事、高速に乗った時は本当にほっとしました。高速に乗ったのが7時45分とかだったかな。ちょうど親に今高速乗りましたってメールしたんです。
山道の怖かった帰りに一回親から電話来たんですけど、その時ちょっとまだどうやって帰るとか決めてなかったんで、うかつに怖かった話をしたら親が心配すると思って、あんまり言わなかったんですね。ちょっと雪で大変だから、また連絡するぐらいな感じで。で、そう。それで高速乗った時点で、もう大丈夫だなと思って、親に今高速乗って、1時間、そのナビ上は1時間44分後に、家に着く予定だから、もう遅くなるから連絡しないけど、もう大丈夫、そうです、みたいな連絡をしました。そういう連絡しとくと、後からその時系列が分かっていいですね。そう。で、あと、今回、たまたま私、録画してたんですよ、動画を。風景が綺麗だったんです、雪の風景が。で、それもあったのと、あとそう、日曜日に動画出そうと思ってたけど、まだ出す動画がなかったので、普通に道を撮ってたんですね。フロントガラスのところに、スマホつけられるのをつけてるんです、いつも。で、もう使わなくなったスマホをカメラにしてて、そこでずっと撮ってたんですよ。だから雪で立ち往生してるところとかも全部残ってました。その時は本当に気づいてなかったんですけどね。後から撮ってたじゃんと思って、もうこれはね、使わなきゃダメだと思いました。で、後からその両親にアップした動画も見せたんですね。本当怖かったからちょっと見てって。そしたら、すごい迫力満点だった。で、転んでもただでは起きないねっていう、メールが来ました。転んでもただでは起きないっていうのは失敗から何かを学んだり、失敗したことをプラスに活かすようなことです。で、それはどういうことかっていうと、例えば転んだ時に、転んだだけだと、例えば引っかくとか、怪我をするとか、マイナスで終わるじゃないですか。でも、転んだ時にその地面にあった何かいいものを持って起きる。例えば、転んだ時になんかいいものを見つけるみたいな、そういう意味なのかな。そう。だから、転んでもただでは起きないっていうのは、そういう悪いこととか失敗をむしろプラスに生かすことです。だから、怖い、死ぬかと思った。まあ、実際死ぬまで思わなかったんですけど、本当に怖かったんですね。で、その思い出をこうやって動画にしたっていうことが、まあ、転んでもただでは起きないです。本当にね、良かったです。あと、記憶って忘れたり、あと、改ざんって変えちゃうことですけど、記憶の改ざん。よく記憶を変えて覚えてたりしますよね。でも動画に残ってたので、会話も残ってて、時間もだいたい分かったので、すごい良かったなと思いました。そう。で、そう、高速道路に乗って、で、もう大丈夫と思ったら、八王子だったか相模原だったか、まあ途中でもう大丈夫と思ったら、またやっぱり高速も山越えがあるんですね。で、その山のあたりでまた雪がちょっと降ってきて、どうしよう、またあのような怖い思い出が、怖い思いになるの、怖い思いをさせられるのかと思ったら、雪はそこまでひどくならず、大丈夫でした。で、途中から、どこから現れたのかわからないんですけど、はっと気づいたら、除雪車が2台、こう、並走して走ってて、2車線しかないところなんですけど、2台が隣同士で走ってたんですね。除雪車。雪をどかす車が。で、だから普通の車を前に行かせないためだったと思うんですけど、で、除雪車の後ろ行ったんで、そんなに速くはなかったんです。その時時速4、50キロぐらいに落ちたかな。そんな感じの区間もありました。でも本当甲府の方に来たらもう雪降ってないんですよ。もう普通の天気でした。で、高速降りたのが9時半ぐらい。で、まあご飯食べて帰ろうってことでお寿司屋さんに行きました。回転寿司ですね。で、そう、その通り沿いに、高速降りて家までの通り沿いにあるのが寿司かラーメンか、あと、ファミリーレストラン
だったんですね。で、どれがいいって言って、子供たちはお寿司って言って、で、なんかお寿司なんてお金かかるので悪いねとかって息子が言ってたかな。でもその時私はもう本当にもう生きて帰れたお祝いで、もうお金なんか関係ないと思って、お寿司行こうってお寿司屋さんに行きました。あと私正直もうずっとドキドキしてたんですね。こういうのノミの心臓って言うんですけど、ノミってちっちゃい虫です。猫とか犬についてたりするもので、ぴょーんって飛ぶやつです。自分の体の600倍ぐらい高く飛ぶって言われてますね。ノミ。そのノミが、ノミの心臓っていうのはつまり小さい心臓です。だからすぐ緊張したり、すぐドキドキ しちゃう人のこと。そのノミの心臓って言うんですけど、私ノミの心臓なので、もうね、ずっとまだドキドキは感じてないですけど、もうずっとね、なんか、怖かったをずっと引きずってたんです。そう。それで、あんまりラーメンなんてとても食べれる気持ちじゃなくて、で、回転寿司ってお皿好きなだけ食べれるから、例えば一皿でやめることもできるわけですよね。なので、回転寿司はちょうど私にも良かったです。で、そこの場所でみんなどうだったみたいな話をしたんですね。そしたら娘は正直怖くなかったって言ったんです。と思って、ブレーキ効かないとか言ってたの怖くなかったのかなと思ったんですけど、娘は、こんなこと言うのもなんだけど、パパとママがいるから大丈夫だと思ったって言ったんですよ。ある意味危機感がないとも言えますが、そんなに頼りにされてたのかって思いました。ただですね、正直、パパは非常に頼りになったけど、ママは頼りになったかっていうと、非常に、ってとこですね。夫は本当に動じなくって、もう絶対帰れるって思っていたそうです、夫は。だから、本当に、ブレーキ効かないとかいうシーンを、本ちゃんの方では出したんですけど、あれぐらいで、それ以外は本当にもうずっと冷静沈着でした。だからすごいなって思いました。で、あと、息子は、真ん中の息子は、夫が一人で私たちが外で見てて、夫が一人でなんかこう、やってたシーン、場面もあったんですね。夫が一人で運転して、なんかこう、前に進んでみようとしてた時とかに、急にピューンって車が動いて、パパだけ崖から落ちちゃったら嫌だなって思ってたそうです。で、自分は死ぬ気は全くなかったと言ってました。パパだけ死んじゃったらどうしようって思ってたと言ってました。で、一番下の息子は一番怖がってたみたいです。で、その子はあまり顔に出すタイプじゃないんですね。あと、騒いだりもしないんです。だから、心の中で多分すごい怖い思いをしてたみたいです。で、多分一番怖がってたのが、私なんだと思います。いやー、本当に怖くってね、家に帰ってもう寝る時も怖かったです。で、だから本当にね、生きててよかったって思いながら寝ました。大げさなのかもしれないですね。で、そう、次の日だったかな、夫の、オーラリングチェックしたんですよ。このオーラリングって、これ心拍数とか取れるやつですね。そしたら、立ち往生して大変だった時間のデータは取れてなかったんです。だからもしかしてその時は心拍数が高かったのかもしれないです。ただ、その後、高速を向かって運転している時も高速も、心拍数が低くなってるんですね。むしろ、ストレスじゃなくてリラックスレベルまで落ちてきてて、落ちてるっていうか、そのレベルで、いや、すごいなって思いました。で、夫ずっと運転しててくれたんです。私が運転したのは、最後、回転寿司の後、ちょっと猫が来たので。はい、そう。で、そう、私が運転したのは最後、回転寿司の後、家に帰る15分もかかってないぐらいですね。その間だけです。あとは全部夫が運転してくれて、本当に頼りがいのある人だなって今回改めて感じました。ねえ、私も
頼りがいのある人になりたいけど、まだまだ道は遠そうです。今回の体験が私の中で今までの人生で一番怖かった体験となりました。私の中では。で、それより以前に私の中で一番怖かった体験っていうのがあるんです。ちょっとそんな長くないのでちょっとお話しします。それはですね、子供と沖縄に行った時の話なんです。友達のお家が旦那さんと奥さんと子供3人。うちが、夫は仕事で私と子供3人だったんです。で、一番上の娘が多分小2ぐらい、小3になってたかもしれません。で、真ん中は小1にはなってなかったです。保育園の一番大きい年長さんって言うんですけど、それぐらいかな。で、下の子は3歳か4歳ぐらいだったと思います。で、その沖縄に行った時に同じホテルだったんですけど、友達家族はそのホテルの2階ぐらいだったんですね、部屋が。で、うちは5階でした。で、ホテルで寝てたら朝の5時半か5時か5時半ぐらいに、火災報知器が鳴ったんですよ。ジーみたいなやつ。で、何と思って、部屋の外を見に行ったら、右手の一番奥が階段だったんですけど、そっちから白い煙が見えたんですよ。で、と思って、火事って思ったんですね。で、しかもその火事が階段から来てるってことは、逃げ道ないじゃんと思って、めっちゃ一瞬パニクりました。なんですけど、子供を怖がらしちゃいけないと思って。で、一応多分、その大きい音だったんで、子供は目が覚めたんですね。ただ、私が怖がったら子供が泣き出すとかそういうなっちゃうじゃないですか。子供が余計怖い思いしちゃうと思って、私一生懸命冷静なふりして、大丈夫だよって言って、窓から下を見てみたんですね。飛び降りられるかなって。でもそしたら、やっぱ5階だから無理なんですよ。めっちゃ高いんですよ。で、例えばそのマットレスを投げてその上に落ちるとか考えたけど、いやー、ちょっとマットレスとかそういう問題じゃないなっていう高さだったんですね。当たり前ですけど。で、どうしよう。もうダメかもしんないってちょっと思ってた時、顔には出してないつもりですよ。子供もそれでね、泣かなかったですよ。で、その時に、館内放送が入って、大丈夫ですって。これは、火災ではありません。大丈夫ですっていう放送が入ったんですね。で、それで、もうめっちゃほっとして、よかったと思って。で、外で、ホテルの人みたいのがバタバタしてたからちょっと出て行って、あれは煙じゃないんですかって聞いたら、あれは煙じゃなくて、消火器って言ったかな。とにかく火の煙じゃなかったんですね。で、ちょっと詳しいことはわからないけど、とにかく火事じゃなかったんですよ。で、本当にね、ほっとしました。本当にあの時もほっとしました。もう本当このまま子供と焼け死ぬのかなとかね、想像するじゃないですか、一瞬で。だから、本当にあれが、その火事じゃなくてよかったです。で、後からね、よく見てみたら、こっちが階段、右手側の向こうの方が階段だったんですけど、左手側のこっちの向こうの方は非常階段があったんですよね。だから、いざとなったら、あそこから逃げられたのかもしれないです。逃げられたと思います。だから、本当にね、それ以来、私結構泊まるときに非常階段の位置を確認するんですよ。でね、本当はね、2階とかに泊まりたい。飛び降りても大丈夫な高さに泊まりたいんです。夜景が綺麗とか関係ない。高いところには泊まりたくないんですよ。でも、わざわざね、ホテルに電話して下の方にしてくださいって言うほどではないです。言うほどにはなってないんですけど、あんまり上の階だとちょっとあんまり嬉しくないなっていう感じがします。はい。ということで今日は、私の怖かった体験をお話ししました。皆さんの怖かった体験もよかったらぜひコメントでシェアしてください。では、メンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。もし
名前の読み方が間違っていたら教えてください。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デードさん、キム・ヨンマンさん、ジョ・モギョンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌアさん、チチさん、シン・グアンキルさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナさん、ウーメ・シュガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、イン・ヨインさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パク・キヨクさん、チャンドルさん、クリスティーナさん、オー・ウェンハオさん、ジュン・ファ・リーさん、ビービーガン・メイク・ピースさん、ヨンオク・キムさん、チャールトン・ローさん、グエン・トゥアン・アインさん、ジョ・ミンジェさん、チャン・ジテさん、ビッグ・ガスさん、カンチョさん、リリアさん、リン・シェンシュンさん、ペク・ウンチョルさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、リョウ・スイエさん、フー・カイジュンさん、ジョールド・オーデさん、ハヌル・バラキさん、キャサリン・岡本さん、メンバーシップに入ってくださって本当にありがとうございます。とっても励みになります。嬉しいです。メンバーシップに入っていない皆さんももしよかったらぜひ入ってみてください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い1週間をお過ごしください。